こんにちは、防災職員宮根俊です。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。どうしたんですか、この休止の間。何だったんですか。忙しかったです。まあ松がね、僕がですよ。ちょっと本業の方というか、はい、そっちの方で忙しかったということで、はい。で、久しぶりの動画がボスに言われたジン作り。ジン作り。はい、これボスが作業してたんですよね。なんでこう今ライティングとかこの後ろの壁紙とかある状態なんですけど、普段僕だけだったらまずないパターンですよね。でまあボスが途中までやったんで、あとジンは作っといてくれということで、まあそれじゃあ動画にしようかということになりました。なんで、これやってきますけど、時間かかりますよ。時間かかりますか。はい。ここはもうちょっと前にも切ってたのかな。であとここ大きく分けると3つですかね。と後ろ側ここをジンを作っていくということですね。じゃあ早速やりますか。やりますか。まあ大きいっていうだけでちっちゃくてもね大きくてもジン作りとかシャリ作りって基本変わんないんで、まあビフォーアフター楽しんでもらうぐらいかな。なるほどと思います。使う道具とかは？使う道具はね、本当はねもうちょっと豊富にあったらよかったんですけど、まあ一旦皮を取っていくので、まあ、これちょっとねぎりなんです。ちょっと大きめのやつ使います。あとはまあやっとことまた枝切りを使ってやってきます。こっちの硬い方とかってなんかこうちょっと時間経つとやっぱ硬くなっちゃうんですよ。これまださっき切ったばっかなんでペロンってめくれると思うんですけど、もう水分がなくてカラッカラの状態になるんで硬くなっちゃう。ちょっとめくれにくくなるんですよね。なのでこうもうちょっと強引にというか、また枝入れてベリベリっとこんな感じで。かわいそう。かわいそうじゃないですか、これがこの木がね美しくなってきますから。だからこれでジンができてボスが仕事したらもうパーフェクトです。これもともとこれ全部ついてたってことですか、こっちの方は。もともとついてました。これ全部落としたんですか。はい、落とせるんですかね。これは改作みたいな感じですか。まあそうですね。もともとが引っ張ってるんですけど、こう針金がでここでもうちょっと起きてたんですよね、幹が。それをちょっとこうクッと幹を曲げて、あとまあちょっとここも割れてますけど、この枝自体がちょっと下にクイってなって、まあまあ改作っちゃ改作。改作っちゃ。はい。これボスはどうするつもりなんだろう、これを。もうこの一枝で作っていくわけですよね。ボスの頭の中ではもう設計図はあります。トシさんの中には大体こう共有できるものあるんですか。その完成形ですか。まあここまでなってたらある程度はなんですかその笑っていやいやみたいな。いやある程度ですよ。なんとなくのイメージみたいなものはやっぱあるじゃないですか。ツルッツルの状態のジンってやっぱ例えばこれもう皮が生えてるツルッツルの状態なんですけど、ここの部分こうやってなんかあんまり古さがないというか、でもちょっと今そっちから見にくいかもしれないですけど、ここにちょっと今無理やりハサミ入れてベロンってめくったんですけど、こういうふうにちょっと皮を剥ぐだけじゃなくてこう模様が入ってるとジン自体に古さが出てくるというか、そういうのも意識しながらやっていただけたらなと思うんですけど、今これやってるんですけどちょっと紹介をします。今研修生でブラジルから来てくれてます。ピーターです。We'll say hello to everyone. Hello. 今回ちょっと大仕事になるんで手伝ってもらって。2人でやれば早いですね。2人でやればだいぶ早いですね。トシさん楽な方やるんですね。そういう言い方やってください。僕2本やるつもりなんで。結構皮が乗ってるから。これずっとこれですよ。今何分経過してます？ちなみに。5分ぐらいじゃん。5分ぐらい？2人で始めて。2人で始めて5分ぐらい。40分ください。休憩入るんで。あとは1人の戦いになってます。松さんずっと来れなかったじゃないですか。結構忙しかったですか？結構忙しかったですよ。休みなしぐらい。28連勤。28連勤
28連休です。ついぜ。あれトシさん夏の間何してたんですか？夏の間ですか？なんか細々したことやってましたね。もうとにかく水やりっすね。でも1日何回水やりしてたんですか？1日まあ3回ぐらい。？3回。この広さ。はい。あ、でも今年は2回か。なんで？去年は朝やって、昼に全体をこう葉水したんですよ。がっつりやるわけじゃなく。でまた夕方にやるっていう感じだったんですよ。3回去年やってたんですけど、今年はその昼の葉水を抜いて、商品だけ葉水する感じだったんですけど、あとはもう基本は朝と夕の2回っていう感じでやりました。それでも調子良かった？それでもまあまあこの夏のハプニングもらっていいですか？この夏のハプニング、あ、2人コロナになりました。2人コロナ。はい。あらまあ。トシさんかかってんの？僕かかってないですね。あ、一回もかかってない。はい。こんなコロナ全盛期はね、でも研修生とかもいなかったし、ああ、そっかそっか。人と関わるってことがなかった。お客さん来るでしょでも。お客さん来た時にこうさっとマスクしたりとかね。ああ、なるほど。こっちは大丈夫なんですけど、お客さん気にしてるっていう場合が。そうね、そうね。トシさんなんかハプニングあったんですか？あ、香川に泥棒が来た。ああ、ありましたね。本当あの時はピリピリした。多分ここら辺の皆さんピリピリしたと思う。ここら辺は国分寺地区っていうんですけどね、すぐここから車で5分ぐらいの隣が木梨地区って言って、そこに泥棒さんがね、しかもボスがいない時とかに来るんですよね。ああ。春書園は大丈夫だった？うちは大丈夫でした。バチバチ防犯してるもんね。バチバチ防犯してるし、もうだからどっちにしろなんか気になって寝れないじゃないですか、ぐっすり。だからもう起きちまえっつって、朝方まで起きてたんですよ。まあボスもいないしやっぱ怖いし、僕だけの時に何かあったらどうしようみたいな。だからでもそれが何日も続くとしんどいじゃないですか。でいっそのこともうちょっと来てくんねえかなって思ってましたね。ダメだろ。いや来て、追っかけて逃げたりしたら、あそこは防犯ちょっと結構ちゃんとやってるから、行くのやめようみたいななってくれるかなと思って、しばらくこっち側で泥棒が来たっていうのはないですけど、まあ引き続きあれですね、やっぱ警戒をしてますね。あとピーターのプチ情報を言うと、ローソンの唐揚げくん大好き。ああ、日本食で美味しい好きなものであるんですか？生ものがあんま食えない。なんでお前が全部答えないところでお寿司とか刺身とかダメですね。ピーター、松 ask you do you have any favorite Japanese food? Sushi. No sushi. 唐揚げくんね。うどん。ああ、いやうどん。うどんも好きなのね。うどんも好き。ラーメンよりうどん。そしたら結構バキバキ言ってますけど、なんかそのコツってあるんですか？コツですか？コツ。まあ思い切っていく。思い切っていく。思い切りですかね。思い切りね。深さみたいな、どこまでこう刃を入れるかみたいな感覚はちょっとやったらもうすぐ分かるんですよ。この前ユースケさんが昔はあんまりジン作らないとか言ってたじゃないですか。ああ、言ってましたね。言ってましたね。なんかもう今だったらこうなんだろう、使わない間はほぼジンになるじゃないですか。はいはい。なんか盆栽とかでも結構流行り廃りってあるんだなと思いました。昔って言ってるのがマジいつの話なのか分からんけど。もう本当盆栽が売れる時、40年前ぐらいとか。何十年前？40年前ぐらい。ボスのおじさんがよく言ってたんですけど、まあ畑から鉢上げするじゃないですか。もうそしたらもうすぐ売れるっていう。植えたら売れる。鉢にあげたら売れる。もうこの繰り返し。
みたいな。ここは農家やね。そうですね。そうですね。生産地としては。だからそんなこうね、それこそ一人でやって1時間も2時間もかかるような作業をやるっていうよりかは、もしかしたらそういうふうにもうとにかく売れる状態にして、その時の売れる状態っていうのは多分ジンがなくても売れた状態だから、それだったらもうジンなしで売っちまおうっていうことだったのかもしれないですね。なんかだって向こうの穴場あるやんか、あれ下全部土だった。ああ、そうそう。あの石の砂利の下は全部土で、昔は畑から取ったら、まず仕事して、あそこに仮植えしたら、もう売れてたっていう、その時代を見てみたかったです。だからもうルーティーンやから、毎年毎年それって言ってたからね。だから鉢に入れて育てるっていうことが昔はなかったって言ってた。ああ、そうですね。生産地だから向こうは。どこまで行っていいか迷う感じですか、やっぱり。この川がね、この下から来てるんじゃないかっていう説があるんですよね。説がある。ちょっとまあここら辺からはちょっと慎重にね、あんまりベリンって向くと幹の方まで変なところまで向けちゃう可能性。なんか葉っぱが少なくなってジンばっかりになったら、ちょっとなんか丸坊主になってかわいそうかなって思ったりすることはないですか？ああ、そう感じる人もどうやらいるみたいですね。はい。僕らはそのまあ結局緑が多いとか、枝が多いければいいってわけじゃないじゃないですか。やっぱり意味枝とかもあるし、これはこの木の美しさを損ねてるなっていう枝ってやっぱあって、そういうのはやっぱ取るんですけど、それはもうあくまでこの木をやっぱ美しくしたいんですよ。もうそれだけなんですよね。そのためにはもういらない枝、この枝があるとこんな綺麗なのにちょっと美しさが半減しちゃうなみたいな、でやっぱ取るんで、確かにねちょっとかわいそうだなって思う気持ちもわかるんですけどね。実際僕言われてたしよまだこっち来たばっかりね、時にこの手のをひたすら仕事するんですよ、まあ勉強のために。で本当に迷った気があって、ボスに相談したら「もうこれ上取っちまえ」っつって、まあ確かにねちょっとねこの枝と枝の間が間延びしてたんですよ。だからもうこの上の部分取って下で作ろうかっていうのがあって、それをやってインスタに載っけたらなんかちょっとかわいそうだみたいな「すいません」でもこの木に対する思いは間違いなくあるんで、まあ温かく見守ってくださいっていう感じです。やっぱそういうのもあるのね、やっぱ。ありますね。人によってはね。やっぱね感性が違うからね、やっぱ。やっぱ取った方が綺麗だなって思う人もいれば、そう取っちゃうとちょっとかわいそうだなって思う人もいるし、それはまあしょうがないというか。なんだけど、まあ、できるだけ生かしてやるっていう人と、いらないものは取っちゃえ派の人と、そうですね、いそうね。はい、ざっと終わりました。まあこれで、多分ビフォー比べていただけると、ジンってこう結構主張してるんだなっていうのを改めて、こう真っ白になってね、ジン自体の存在感もあるなっていうのも分かっていただけたと思うし、存在感があるがゆえに、まあ手も抜けないと、ある程度こう形を整えたりしなくちゃいけない。あまりにも細いのがピョンピョンピョンってあるとちょっとこうまだ枯れて間もないのかなとか、古さがちょっと消えちゃったりもするんで、まあ、そういったところも意識しながら、もう僕も毎回そうやってやってるんですけど、まあ、皆さんもそういうふうにジン作りをしていただければなと思います。ということで久しぶりの
動画は採用動画でしたがまあここから上がっていく感じですかね。そうですね。はい、頑張りましょう。はい、シーズン入っていくので頑張ります。皆さんこれからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。